おはようございます。スネドラです。今日は天気予報が1日雨で、降水量も5ミリとか8ミリとか結構高いんですよね。宿のおかみさんからも、こんな天気に添ミミズなんか行ったら危ないからダメだというアドバイスもあったので、残念ですが国道56号線で進みたいと思います。チェックアウトした時には雨がほとんど降ってなかったので、今のうちに距離稼ごうなんて思ってたんですけど、出て3分もしたら結構降ってきちゃってね、いきなりカッパモードになってます。ここを左に曲がると黒潮本陣です。本当はこっちに泊まりたかったんだけど、今 GoTo トラベルが使えないのでやめました。雨がだんだんと強くなってきました。今日一日こんな状態で歩くのかと思うと、もう気がめいります。七子峠まであと5キロです。まだまだですね。途中でカニを見つけました。この旅でね、カニは相当たくさん見ましたね。はい、まだ4キロあります。道が単調なので長く感じます。だいぶ歩いたつもりですが、まだ1キロしか進んでないです。途中でとても苦しそうに鳴く鶏を発見しました。これ5、6はあれ、放し飼いになってんじゃないの？鳴かないな。あれだけ、あ、猫もいるよ、あそこに。ずっと手前から聞こえてたんで気になってたんですけど、ああいう品種の鶏なんでしょうか。橋の上は風も強いので歩くのも一苦労です。晴れてればとても景色がいいんでしょうが、今日はもうガスガスですね。この段階でなんと時速 5.5 キロぐらいで歩いてました。もう休むこともできないんでね、ひたすら歩いてます。普段はトンネル嫌いなんですけど、雨の日のトンネルって助かりますね。トンネル抜けたら止んでないかななんて思ってたんですけど、それは全然甘くてね、さらに雨が強くなってました。とても濃い霧が出てきました。これ山道行かなくて正解でしたね。この霧だったらね、ちょっと真剣に危なかったかもしれないです。やっと七子峠に着きました。この辺が頂上なんでしょうね。七子茶屋っていうお遍路さん休憩所を見つけたんですが、空いてませんでした。残念ですね。これ仕方ないので、横にある潰れたスタンドの下でちょっと休ませてもらいます。ラーメンのとん太郎は残念ながら空いてなかったんですが、その先にあった手打ちうどんお好み焼きの中村屋さんっていうのは空いてました。ちょっと早いですが、食事しがてら休憩させてもらおうと思います。場所柄お遍路さんもよく来るようで、対応も手慣れててですね、タオル貸してくれたり、いろいろと気遣いもいただけました。基本的にはうどん屋さんなんですけど、定食とか丼物、あとお好み焼きとかいろんなものが用意されてます。うどんは自分で茹でるセルフ方式ですね。今回はお姉さんがやってくれました。トッピングはたくさん用意されてるので、好きなものを選びます。鰹節や天かす、ネギなどは無料で用意されてました。セルフなのでおつゆは自分で注ぎます。今回私がセレクトしたのはコロッケと野菜かき揚げです。定番ですね。あと今日最初のお客さんがうちだったということで、油揚げをサービスしていただきました。コーヒーも無料で置いてあります。ここうどんもコシがあってうまいしね、結構穴場のお店かもしれません。十分休憩できたので再び歩き出します。途中お遍路休憩所で雪椿っていうところがあったんですが、お遍路休憩マップがあってね、これが何気に便利でした。しばらく歩いていくと、やっと大通りからそれる道が出てきました。ここから遍路道ですね。土山線を渡ります。今回の旅は土山線沿いを歩くことが多いので、渡ったりくぐったりすることが多いんですよね。帰りも土山線で高知の駅まで戻ることになってます。途中でレストランというか喫茶店のコスモスさんがあったので入りました。なんか食事が美味しそうでね、人気がありそうです。私たちは食事したばっかりなので、ちょっと休憩させてもらいました。クリームソーダとか懐かしいですよね。少し休んでまた出発します。
うどん屋さんを越えてからは横にそれて遍路道行ったり56号線に戻ってきたりみたいなことをしばらく繰り返します。この看板なんですけど、ずいぶん世話になったな、これからもよろしく頼むよ、ありがとう。これ意味がよくわからないのは私だけでしょうか。はい、道の駅あぐり久保川に到着です。本当はここでランチを取る予定だったんですが、途中で飲み食いばかりしてたらお腹減らなくてね、休憩だけして次に進みます。道の駅の少し手前を右に曲がると遍路道になるので、そっちを歩きます。やっぱり大通りじゃなくてこういう道を歩いた方が明らかに気持ちいいですよね。岩本寺までは残り 2.4 キロです。はい、久保川の町に入りました。向こう側に見えるのが久保川駅ですね。本日お世話になる丸華旅館さんです。とりあえずザックだけ預けて岩本寺に参拝に行こうと思います。久保川は思ったよりも大きい町な予感ですね。こんにちは。日頃の行いがいいからなのか、雨がお寺に着く頃には完全に止みました。37番札所岩本寺です。岩本寺はとにかくカラフルで、あと看板がねきちんとしてて英語表記とかも入ってます。積極的にいろんな方を受け入れようっていう姿勢がよく伝わりますよね。種まじ以来なので3日ぶりの鐘つきです。本堂には5体のご本尊が祀られているとても珍しいお寺です。また天井には575枚の絵が飾られてます。その中でもひときわ有名なのはこのマリリン・モンローでしょうか。よく皆さんこれ撮りますよね。大師堂を参拝してご納経をいただきます。ここが、四万十うなぎがうまいんで有名なうな吉さんですね。今回は食べることができませんでした。お寺の近くにある久保川駅です。タクシーもちゃんといるし、思ったよりも大きい駅でした。お店も何軒もあるしね、栄えてました。本当は岩本寺の宿坊に泊まりたかったんですけど、今日は満室ということで、こちらの丸華旅館さんにお世話になってます。クレジットカードとかペイペイとか全て使えて進んでますね。客室は2階になります。今晩私たちがお世話になる部屋はこの角の部屋ですね。ちょっと何ていう部屋か忘れちゃいました。電気の入ったドアを開けて中に入ります。お部屋は和室のどれぐらいだろう、12畳ぐらいですかね。かなり広いです。部屋の奥には物干し竿がぶら下がってて部屋干しがしやすくなってます。廊下にはウォーターサーバーが設置されてました。その横には喫煙室がありました。お遍路宿で喫煙室がきちんとあるところって珍しいかもしれないですね。初めて見たかもです。はい、トイレに関しては、昔のタイプのトイレっていう感じですね。汚くはありませんが、レトロな感じです。便座も残念ながらウォシュレットではありませんでした。洗濯とお風呂はここの階段から降りて1階に行きます。洗濯機は突き当たりにありますが、無料でした。ただし乾燥機はないので部屋干しする必要があります。お風呂ですが脱衣場は2人であれば十分な広さですね。湯船は2人で入るにはちょっと狭いですけども、家族風呂としては一般的な広さですね。シャワーはちょっと不思議な形のが1個ありますが2人分設置されてます。お待ちかねの夕食です。今日はうちの他に2組客がいるみたいですね。食事は豪華ではありませんが十分に美味しくて家庭のご飯っていう感じでした。セルフサービスの無料コーヒーもきちんと用意されてます。おはようございます。今日はなるべく早く出たかったので朝食は6時半にお願いしました。決して豪華ではありませんがザ朝食っていう感じのメニューですね。美味しかったです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。あいにくの雨でしたがなんとか歩くことができました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。